こんにちは。今日は深みのあるインテリアスケッチについて解説していきます。まずはこちらのスケッチをご覧ください。前回のパースにコピックで着彩したものです。丁寧に塗られていますが、なんとなく平面的でのっぺりした印象になっています。今回の動画をご覧いただくと、絵に深みと味わいが出る塗り方がわかるようになります。それでは始めていきます。家具は E31 を使用しています。1回目塗る段階で均一に塗ろうとせず、グラデーションや塗り残しを作っておきます。2回目は少し乾いた段階で影の部分を塗り足します。硬くてツヤのあるものはシャープに、柔らかくてマットなものはややグラデーションをつけて柔らかく表現します。こちらをご覧ください。インクが乾く前に塗り重ねるとグラデーションになり、インクが乾いた後に塗り重ねるとコントラストが強くなります。また、家具の天板やコーナーなど光が反射する部分は塗り残しておきます。続いてこちらの窓は BG10 を使用しています。ガラスは硬くてツヤのある素材なので、塗り残して強い光沢を表現していますが、ベタ塗りにホワイトを入れてもいいと思います。サッシや額縁もところどころ塗り残しを作ってグラデーションにしています。木質系の建具は木目を意識しながら塗り重ねます。最近は木の自然な風合いを生かしたラスティックな木目が人気なので、今回は多少木目を誇張してみます。照明計画にもよりますが、同一面では一般的に天井の隅に近い方が暗く、空間の中央に行くほど明るくなるイメージでグラデーションをつけていきます。続いて床を塗っていきます。木目のフローリングを表現したい場合は、1回目はフローリング方向に沿って木目を描くようにラフにペンを走らせます。2回目は家具や部屋の影になる部分を塗り重ねます。ツヤのあるフローリングであれば、家具や建具の反射による映り込みも表現すると良いでしょう。窓際や照明に照らされている部分は多少明るくなります。面積の狭い部分や濃い色を使う場合ははみ出しに注意しながら塗っていきます。特に濃い色を使う場合ははみ出してしまうと輪郭が歪んで見えるので要注意です。次に全体に影をつけていきます。コピックは W の2番を使用しています。前回の動画で厚みをつけた部分には必ず影をつけていくイメージです。影の付け方については過去の動画でも紹介しているので、こちらもご参考ください。ちなみにこの W の2番は最近トレンドのグレッシュな雰囲気に仕上げたい時に全体のカラーになじませていくと良い雰囲気が出ると思います。コピックを W の4番に持ち替えて濃い影を表現していきます。先ほどの W の2番よりも細いラインで影の濃い部分を表現していきます。コピックは乾くと薄くなる特性があるので、塗りながらちょっと気持ち濃いかなぐらいがちょうどいいかなと思います。皆さんもお気づきだと思いますが、スケッチに深みを持たせるのはこの陰影次第だと言えます。陰影の強弱については好みもあると思うので、ここからは皆様のセンスにお任せします。さらに濃い影を表現したい場合は W の5番以上も使ってみてください。色鉛筆で照明のふんわりとした明かりを表現します。こちらは一番影の濃い部分に色鉛筆の紺色を塗り足しています。なぜ紺色なのかというと、どこかで聞いたのですが、一番濃い色を表現するためには黒ではなく青を使うんだそうです。いかがだったでしょうか。このように見比べていただくと、絵に深みが出たのがお分かりいただけるのではないでしょうか。あくまでも私が実践している塗り方ですので、皆さんに合った塗り方を見つけるきっかけになれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。